はい、動画をご覧いただきましてありがとうございます。元店長です。今回はですね、輪行です。輪行の話していこうと思います。ちなみに今回の話は、僕の外人の友人から輪行って何っていう、輪行のやり方について教えてっていうちょっと言われたりもしたんで、それも兼ねて撮ってます。で、日本人の方はもうちょっと知ってるかもしれないんですけど、日本で電車に自転車を積もうと思うと、このまま乗せちゃうとダメなんですよね。だから袋にちゃんと入れて、パッキングして、パッケージして乗せる。これを輪行って、日本では言うわけですね。で、今回、一番簡単な輪行のやり方やっていきましょう。これね、もう全然解説動画っていうレベルじゃないです。一般的に自転車のロードバイクの輪行って、結構難しいやり方を皆さんするんですけど、これからやる輪行を見ててください。すぐ終わりますから。使うのはまずね、このね、モンベル大先生の輪行袋。モンベル大先生のね、輪行袋、素晴らしいですよ。まずこう開けて、この袋と一体になってるから、最初の収納袋がここの部分ね。だから、これなくなることがないんで、すごくいいです。商品のリンクはまた、概要欄に貼っとくんで、気になる方はチェックしてください。輪行袋ね、何種類か使ったんですけど、これからやる輪行袋だと、このモンベル大先生のやつか、あとはね、パンダーニっていうところの輪行袋がね、すごくいいですよ。でも一番入手性がいいっていうのと、軽いっていうので、モンベルです。まずモンベル。こんな感じで使います。で、もう一つ使うのが、これがちょっと変わったポイントなんですよ。これ、どんなんなのかっていうと開けていくと、はい。ホイールバッグです。で、普通の、ホイールバッグ、メーカーの、例えばマビックとか、カンパニョールとかのホイールを買った時についてくるホイールバッグと違って、このタイヨガっていうメーカーの、タイヨガはね、こういうなんか部品とか安いのを結構作ってるメーカーなんですけど、普通のホイールバッグって結構厚みがあって、ホイールを保護するよっていう目的なんですけど、このタイヨガはとにかくペラペラで薄いんですよ。だから、さっき収納した状態でも割とコンパクトにできるよっていうのがいいとこです。この2つを使うとめっちゃ簡単なんですよ。リンクを実際やっていきますね。よいしょ。実際の駅なんかでもこんな感じでひっくり返してやっていきます。で、駅なんかの場合だと、どこでやってもいいのっていう問題が出てくると思うんですけど、そう。どこでやってもいいんですけど、そうだな、どこがいいかな。人の邪魔になりにくくって、気まずくないとこだったらどこでもいいです。もうホイールのちょっと外し方とかについては省略しますね、今回は。この辺は知ってるものとして、前提としてやっていきましょう。よいしょ。また別の動画でホイールの外し方とか出すかな、わかんないや。普通に前輪外してもらって、後輪。後輪をね、外すのが結構苦手って言われる方もいらっしゃるんですけど、で、僕の自転車はこれリムブレーキのモデルなんで、割と輪行はしやすいんですけど、ディスクブレーキの場合は、このホイールを外した状態の時に、ブレーキレバーをギュッとなんかが当たって握っちゃうと、油圧がギュッと閉じちゃって、そのピストンが戻らなくなることがあるんですよ。その時はマイナスドライバーとか突っ込んでガリガリっとやれば、ガリガリとか、そんなガリガリしなくても開くんですけど、なんでちょっと油圧のディスクブレーキの人は気をつけた方がいいです。なんで当たっても大丈夫なように、ディスクブレーキの人はもう一つ部品でディスクブレーキパッドって言って、このホイールを外してる時にディスクブレーキのローターのところにサクッと刺すパッドを刺してください。パッドはね、自転車を買ったお店で、刺すやつくださいって言ったら多分くれます。最初メーカーから来た時に、梱包材の一部として入ってるんですよ。で、このね、ホイールバッグはもう本当にこう入れるだけ。で、この時もね、リムブレーキはそんな難しくないんですけど、ディスクブレーキは気をつけてください。ディスクローターでガリガリっていうことがあるんで、はい。リムブレーキの場合は、スプロケットでガリッといかないように、スポークが折れないようにってだけなんで、そんな難しいことはないですね。でも本当にチャックピーって閉めて、はい、これだけです。で、普通のね、輪行袋だと、このホイールを、自転車にサンドイッチして、エンド金具っていうのをつけて立てて、うんたらかんたら、その作業が結構めんどくさいんですよ。ホイールバッグを使うと、もう今みたいにシュシュッと、ホイールは入れるだけ。車体もね、本当にね、被せるだけです。で、実際に輪行するときはね、最初、自転車ひっくり返すときに、このハンドルのところにサイクルコンピューターとかね、つけてるじゃないですか。あれをね、
つけたままやると、特にガーミンとかね、高いの使ってる方はガリガリっとガーミンでいってあーってなっちゃうんで、気をつけてください。なんでハンドル周りのものとかね、なんか輪行するときは取り外す。そういう風な感じになっています。で、こんな感じでつけるだけ。だから、これ今だと、これですけどね。で、ギュッギュッとやって、こんな感じで、巾着で絞るようになってるんで、本当にモンベルはもうただこう被せてあげて、被せるだけですよ。車体の部品がはみ出てると怒られるんで、そこはちょっとうまい具合、この巾着を絞ってあげてください。で、実際、今ちょっと説明のために壁から離れたんですけど、実際にやるときは、こう壁が立てかけれる場所なんかでやると楽ちんですね。よいしょ。こんな感じですね。はい。これでおしまいです。普通の輪行だと結構そのホイールをガチャガチャやるのが大変じゃないですか。このやり方すごくいいのが、こう持てるんですよ。で、一応ね、モンベルの輪行袋は確か最初にフレームになんかそのつける、ベルトがあるんですよね。で、ベルトを本当はフレームにくっつけて、こう肩にかけれるよねっていうのがモンベルの本来なんですけど、モンベルね、この上のところに、こう、画像がうまく角度がよいしょ。カメラマンがいると楽なんですけどね。一人でやってるから。こんな感じでね、ゴムでパカッと開いてフレームを持てるようになってるんで、フレームのダウンチューブのところをわしづかみにして、こう持ってください。で、両手塞がっちゃうじゃんっていう場合だと、この対応側のバッグがよくできててこんな感じで、これでいけます。多分、実際輪行するときはこんな感じで、リュックサック持ってて、こう、リュック持って、こんな感じ。だから、ちゃんとした輪行だとこの一つに全部ホイールとか入れるんですけど、このなんかちょっと煩わしいって感じるかもしれないんですけど、そっちの正しい輪行のやり方も僕はね、やらないんですよ、本当に。めっちゃめんどくさいんで。めんどくさい難しいことはないんですけど、めんどくさいですね。やっぱホイールが動かないように縛ったりとかっていうのが。で、そのエンド金具っていうのをつけて、こう自転車を立てれるようにするのが、割と日本の正しい、昔ながらのトラディショナルな輪行スタイルなんですけど、そのエンド金具っていうこのリアディレイラーのところにね、つける金具が、あれがね、結構難儀しますね、正直ね。そんなに難しくはないんだけど、時間かかるかなっていう感じなんで。で、電車とかに乗ったら、グループで3、4人ぐらいで、このわちゃわちゃっとこの輪行族が現れると、非常にね、他の人に迷惑がかかってしまうんで、分かれて乗車して目的地で降りる。そういうのが一番理想的かなと思います。よいしょ。で、ただこの横向きのデメリットとしてはね、ちょっとこの横の面積が大きいんで、縦型のこういう輪行の方が、確かに小スペースではあるんで、東京とかね、都市部で輪行する場合はそっちがいいのかなと思うんですけど、そうは言ってもこのね、モンベルのこの輪行袋って、非常に長いこと出てる商品なんで、ちゃんと JR の規定で決められてるんで、こういう部品が出ないようにやってねってなってるんですけど、それで、ちゃんと専用の袋として、日本のアウトドアブランドのモンベルが作ってるんで、賛否分かれるところかなと思うんですけど、問題ないかと思います。問題ないとか僕は実際、これで何回も輪行してきてるんで。で、今こうやって外していってるんですけど、実際ついた後も楽なんですよ。非常にモンベルって。これね、輪行普通のやつでやったことある人だと、こんなくっちゃべりながら、こう輪行が終わるって、嘘んって思うかもしれないです。そのぐらいね、普通の輪行は、よいしょ、ホイールをフレームにつけたり、その辺の作業が大変なんで、皆さんこれ本当は動画の角度的にこっちに車体があってやればいいんですけど、こう壁があるところの方がやっぱり作業が輪行はしやすいですね。特に実際の本当のね、駅とかでやるときって、そのスタンドとかないじゃないですか。だから必ず壁際でやると作業もしやすいし、人の邪魔にもならないですね。よいしょ。で、思った以上に、慣れてるとそんなでもないんですけど、慣れてないと苦戦するんですよ。そのカバンから輪行袋出そうにもなんか意外と出てこないなとかで。なんでやっぱりちゃんと周りの人通りの少ないところでやるっていうのはコツですよね。で、こんな感じで、まだこれで走れる状態です。で、対応側のホイールバッグは、これはね、付属の収納袋はついてないんで、僕は、これ何なんだろうな、モンベルのなんかウェアのスタッフバッグにギュギュッと突っ込んでます。こんな感じ。ギュ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 ッと。こ
れはね、まあそんなめちゃ小さく、袋がもうちょっとコンパクトになるやつだったらもうちょっと小さくなりますかね、こんな感じと。やっぱりね、この輪行袋が非常に優れてて、モンベルの製品って非常にコンパクトなんですよね。これ、自転車用品だけじゃなくって、すごい薄くって、で、丈夫なんですよね。僕この輪行袋買ったの、これいつだろう。これ多分、ね、僕は初心者の頃とかに買ったんじゃないかな。多分本当にこれね、だから10年以上使ってますかね。こうギュギュギュッとしまってあげて、でもそんなね、綺麗に折りたたまなくていいんですよ。モンベルの輪行袋とこうギュギュッと適当にしまって、で、チャックなんかもこれ10年使っててバカにならないから、本当にこれはね、良品だと思いますよ。モンベルの輪行袋。商品の概要欄に貼っておきます。こんな感じ。これと、これ。だから輪行袋の方がね、ちっちゃいんですよ。ホイールバッグの方がちょっと大きいぐらいなんですけど、ホイールバッグもギュッと絞ればもうちょっと小さくなるかな。とにかくね、このモンベルの輪行袋は超優秀だと思います。これ2つをカバンにスポッと入れて持っていく。で、こっちがね、ちょっとやっぱり、ちょっとね、やっぱ厚み出るじゃないですか。こんな感じでもこっと。なんかこれめんどくさいなって思うかもしれないんですけど、もうこっちのホイールバッグがあるかどうかがもう肝ですね。この2つを使ってもらうと、とにかく簡単、スピーディーで、フレームに傷がつかないんですよ。このモンベルのと、このホイールバッグの組み合わせだと、本当にね、到着で、電車が来る10分前とかに着いて、さささっと作って、こう持って行っても間に合うんですよ、割と電車に。10分前はね、基本間に合わないですよ、普通は。普通だとやっぱ2、30分前に着いて、輪行あれこれまとめて切符買ってとかってやるから、もうこれは本当にね、めちゃくちゃ早いなと思います。10分前はでもさすがにどうかな。ギリギリかもしれないですけどね。なんで、とにかく傷つかない、簡単、早いっていうのがあるんで、輪行悩んでる方はぜひ試してみてください。で、正しいやり方については、ごめんなさい、僕ね、あんまやらないんで、そっちのエンド金具を使ってやるやり方。別の多分 YouTuber さんとかが正しい輪行のやり方とかで出してるかもしれないんで、そっちもチェックしてみてください。もうとにかく僕からは、このホイールバッグとモンベル袋。これがおすすめです。はい。今回も動画をご覧いただきましてありがとうございました。